佐渡島にやってきております。うまい。うまいね。あなたもきっと牛乳を飲めば時に会えるよ。なんだこの景色すごい綺麗。もう寝る前に聴く音楽的な、神秘的な感じだね。そうですね。皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは今佐渡島にいます。はい。佐渡島の2日目です。今ホテルをちょうどチェックインした後で、これから早速ある場所に向かいたいと思います。チェックアウトね。旅のホテル佐渡っていうところに昨日泊まっておりまして、もうそこで昨日のうちに買ったパンも食べてきました。はい。こちらのパン屋さんで食べてきました。はい、美味しかったね。うん。朝ごはんもしっかり食べたとのことで、早速出発したいと思います。今日は全国的にも警報級の雨予報が出ているんですが、今のところまだ佐渡は超天気がいいです。なので朝のうちに絶景スポットにこの後早速行って、世界遺産にも登録された佐渡の金山の方も楽しんでいきたいと思っております。はい。海鮮丼も食べる予定ですので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。それではホテルを後にします。こちらのホテルは新しいホテルだったので、中はすごく綺麗でした。綺麗だったね。お世話になりました。お世話になりました。温泉も昨日の夜と今日の朝と入っていいスタートが切れました。現在の時刻がまだ9時前です。白雲台スカイラインに入りました。ここから目の前に見えている山のどれかに登るようです。あそこまで行くんだ。交流センター白雲台っていうところがもう一個展望台があるみたいだけど、こっちの方は景色がいいですっていうのをなんか情報で見たので、そこに行こうと思ってます。今日は夕方4時台のフェリーに乗る予定なので、それまで佐渡を思い切り楽しんでいきます。はい。ピンポンパンポン。寺田夫婦からのお知らせです。1月26日、白雲台スカイラインは通行止めでございます。スカイラインにお降りの寺田様はすぐに来た道を戻ってください。ピンポンパンパン。ということで、残念ながら11月中旬でこのスカイラインは通行止めとなっておりました。上がってる途中であれ通行止めになってるって思って調べ直したところ、その通りでした。ということで、本日天気がいい中で見ようと思っていた絶景の展望台はなくなりましたので、早速ですが金山の方に向かってちょっと予定を変更したいと思います。最高のスタートを切れたような気がしていたんですが、やっぱりうまくいかなかったですね。ちょっとここは調べ不足でしたけども、ドライブを楽しみましょう。はい、こちら右手です。はい、昨日ぶりです。明るい状態でも一度見ておこうということで、すぐ近くなのでやってみました。悪い時に見るのとはまた違うね。かっこよさが際立つね。遺跡感がある。風強いな今日。でも今日は暖かい日ではあるから基本的には大丈夫。先行場ちょっと逆光で見にくいですが、佐渡金山に到着しました。はい。冬高専場から5分ぐらい行ったところになります。全然車止まってないけどやってるよね。史跡佐渡金山って書いてある。オフシーズンだとこんなにも少ないんだね。全然いないよ人。こちらにはソーダ湯港と銅湯港って2種類あって、先に江戸時代行ってからその後奥みたいな流れみたいです。共通券で1500円で回れます。はい。では中は寒いのでしっかり防寒対策をしてトイレにも行って行きます。はい。ここから人形江戸時代エリアです。
やっぱこれ前見たことあるよね。私たち銀山とか銅山には行ったことがあるんですけど、金山は今回初めてです。これ人の手でやるって考えると毎回思うけど、そうなんよね。大変だな。大変じゃ済まないんだろうけど。早く外に出て酒を飲みてえ。馴染みの女にも会いてえな。酸欠防止を防ぐために風を送る操作をする人もいたと。これは初めて知った。風回せるやつとかあった作ってんのすげえねえ、すごい知恵だよ。あっという間に外に出ます。意外と距離は短かったね。短かったね。おお、なんか歌が聞こえると思ったら、すごい。金銀を多量に含む黒い模様がくっきりと浮かぶ光体を大発見した。それを祝ってまぶ開きの祝いに要請。線かこの。あれか。結構はっきりと分かるね。取り出せないけど上持ち上げてみよう。持ち上げないか。つかめない。つかめない？どういうこと？いや、重いからか持ち上げられる。どうした？指先だけじゃ持ち上げる。どうした？つかめない。私もやりたい。お、待って、本当だ。持ち上げられない。持ち上がらないでしょ。持ち上がらない。持ち上げたいんだけど。持ち上がんない。スライドで精一杯。すごいね、金。そんだけ重いんだ。すごい。これは盗み出せない。これね、金塊ティッシュだって。ティッシュ？あれ欲しいな。一箱200円のティッシュです。面白いね。お土産とか全然ありだと思うんだけど。場所取り系のお土産だね。しなしな回してくれっちゃ。はい、回すとかわしてしまうがさ。なんて言ってるかさっぱり俺には分からなかったけど、ゆっくり回してって、早く回すと壊れるよだって。でもこの仕組みを昔から使ってたんだね。科学技術館とかで見たことあるよね。すごいよ。どうやってこんな原理をって思い立ったのって思う。で、お店の外には金山だからか金の鯉が泳いでおります。金にちなんだものが多いね。あいつら何してんだろうね。美味しいお水をいただいているんじゃない？こう散ってるのを見るのもいいね。綺麗。紅葉綺麗。本当に真っ赤なもみじだよ。ほら。本当だね。もみじ綺麗。ここから道友港です。はい、結構長いよ。1.7 キロあるからね。やっぱ熟成所ってあるんだね。お酒のね。前は鍾乳洞の中にあったけど。でもこれやっぱここ寒いもんね。こっちの方が寒いです。寒い。こっちは近代コースということで道友港、国重要文化財なんだって。平成元年まで使われたんだって。結構最近だね。これが走ってたんだ。2トンバッテリートロッコなんだって。こういうのあるんだ本当に。近代化してから洞窟内がめっちゃ広くなったね。すっごい広い。やっぱ爆発させるから余計に天井までね、上までドーンってなるんだよ。寺田夫婦と秘密の部屋。ハリーポッターをご存知の方はぜひ番外編もご覧ください。すごいな、なんか発展がすごい感じられた。この2カ所行くことによって抜けました。なんと交流道って書いてある。本当だ。すごいちゃんとしたトンネルって感じになったんだな。一気に近代化されたね。ね、お客さんも少なかったから、落ち着いて見られたのは良かったなと思います。資料館の方もすごい。うわー、風が。資料館の方も人形で説明してくれてたから、割と分かりやすかった感じがします。こちらの資料は。夏は夏でいいんだろうけど、この秋の金山の雰囲気も好きです。戻る道があるんだ、ちゃんと。ちゃんとこう動画で見えてきたね。綺麗だね。生まれとったら終わりみたい。こんなさ、もう木々が生い茂った山からよく
そんなの見つけるよな。11月下旬に入りましたので、めちゃくちゃ寒くなる直前の、もう本当に直前の佐渡だ。凍えるかもって心配しなくても11月なら大丈夫だ。さあここを通って戻ります。戻ります。もう一回回ってきました。なんでかって言ったら、どういうの割戸ってとこに行きたかった。私はどうしてもそれが見たかったんだ。そのまま向こうに行っちゃって見てなかった。マップ持ってんのに。そう、この道友港の方のルートだったらこの割戸の直下に行けるということみたい。遡ってきた。疲れました。疲れたね。もう掘り進めててこの形になったんだって。じゃあこれ自然にできたわけじゃなくて掘ったんだ。この時から割れとって言われてた。上の方は割れてたんだね。その下を掘っていったわけね。すげえな。すげえ。めっちゃ掘ってあるね。立派。私が見たかった佐渡金山の絶景ポイントです。こちらです。ちゃんとどういうの割れとって書いてるやんか。いいよ、さっき言ってたことそんな皆さんに披露してくれ。前振りしたらめちゃくちゃ面白くなくなるよ。海がめっちゃ面白いダジャレを考えたみたい。それでは参りましょう。こんなこと言って間違ってないか心配ですか。あなたのお尻も私のお尻も割れとかないと、割れとだけにわー、お尻のように割れてます。割れとかないといかがでしょう。皆さん座布団何枚でしょう。十分楽しめてよかったです。なんだかんだで2時間近くいたんじゃない？もう一周しちゃったからね。それもある。いやー、本当銅山が綺麗に見えるところで振り返るっていう作業をしなかったところが面白かったっていうのと、マップ見なきゃねって言ってね。マップね、親切に教えてくださったからよかった。売店の方に聞いてよかったなと思って。ああ、楽しかったし勉強にもなったし、金山にも行けて満足です。はい、昼ご飯なんですが、はい、もう12時回っております。海鮮丼を食べに行きます。ここからまた30分移動します。はい、天気は悪くなってきましたが、食事どころには着きました。お腹が空いたね。着きましたね。右手にございます。民宿の中にあるレストランって感じです。レストラン長浜荘到着です。お、たくさんいるね。いるね。11時から1時半までの昼の短い時間なので、間に合うかちょっと心配だったけど間に合いました。来ました。いただきます。いただきます。これはもう海の幸の宝石箱やって言ってもいいぐらい宝石みたい。宝石箱みたい。宝石箱や。確かに。倍貝も入ってるんじゃない？これ倍貝じゃないのかな。倍貝も入ってるし、倍貝だね。エビとみんな。これ上だったらすごいだろうな。波でこれやもん。これご飯にたどり着かないぐらい持ってあるね。何から食べようか。謎のタコの一部で。わ。しちゃった。でっか。切り身やば。でか。いや、こんな海鮮丼はまた珍しいね。これで1600円でいいんだ。タコだわ。なんか丸いのブリってしてるやつ。タコだった。楽しいね、掘り進めるのが。すごい海の幸セットって感じ。貝が好きな人にとっても嬉しいね。海藻も入ってるのもいいよね。後ろの紙には2時までって書いてある。もしかしたら時期によっても違うかもしれないから確認してこられた方がいいと思う。これ何なんだろうね。紫のも分からんけどとにかく美味しいです食べますよ。どうぞ。うまい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。もうこれ以上食べられないってぐらい波で十分です。海の幸がもうふんだんに使われていて、特にここのは巻き貝
が、うん海鮮丼なのにたくさん入ってるのが新鮮だなって思いました。他のいろんなネタが入ってるのでそれが楽しかったです。なんと私たちただご飯を食べに来ただけなのに、帰りに店員さんがこれ2人で食べて帰ってって、ゴラサンドクッキーいいんですかって優しい。優しいね。佐渡の方々が優しい人が多いなってもこの2日間で思います。はい、ありがとうございます。いただきいただます。きました。この辺がですね、トキロードと呼ばれて自然の時が見られる場所ということみたいなんですが、見られるかもしれない場所やな、正しくは。見られるかもか。左側にいろいろ止まってるのあれトキ？いろいろ？どれいろいろって？なんか左側にさ止まってるように見える。あー、止まってるね。でもあれトキじゃないかもしれないけど。道路の目の前にいるのはカラスです。カラスだ。カラスが見られましたね。カラスは見られました。あ、おー、足？トキな気がする。トキが胸胸。トキトキ。あー、お、トキじゃん。あ、トキだ。トキいた。ピンクだったね、羽が。ピンクだね。でも顔がよく見えそない。れでアップしてみて。血が黄色い。あれ？これトキじゃなくない？トキ。聞いてもいいですか？トキさんですか？トキではなさそうだな。こっちにいるのは、お、ほら、こっちトキだよ。トキだね。こっちがトキ。向こうまで行ったよ。トキ。日常的に見られるぐらいまで数は増えたみたいなんですけど、うん。しょっちゅう見られるものじゃないよな。トキの方は警戒心高いんんだね。違う、全然見た目が。うん、ピンクだね、トキって。じゃあ今一回ドアップ取りますね。結構遠い位置にいるな。これがマックスだ。自体がちょっとピンクっぽくて、顔の部分がやっぱ赤い。赤いね、ちょっと。今日の朝ごはんでトキのパンを食べたからですね。きっと会えるということで時に会えたんでしょう。すごいね、野生の見れた。見れたね。より近くで見たいということでトキの森公園に来ました。はい。ここでトキのことについてちょっと学べたらいいなと思います。到着しました。目的地は右側です。お疲れ様でした。はい。草取り中の時です。一息に食べるわけじゃないの？なんか口が。うまく加えられてないな。お、捕まえた。土壌が好きって言ってたね。うん。でも同じのだと飽きるって言ってたね。あ、いや、もうあれ丸飲みするんだって。あ、なかなか捕まえられないんだって。捕まえたと思ったらあれずっと振ってる。あ、やっと捕まえた。あ、飲み込めた。あ、外に一回落とした。逃げられないようにしたんだね。あれ、一回水につけてつけて謎。あら、落とした。落としたよ。よかった。近くで見られて。近くで見られたね。かっこいい。なんで佐渡島はトキが有名かって、日本最後のトキがいたと言われているからだそうです。一人の男性の方がトキと仲良しだったみたいで、その時を自分の手で捕まえて飼育してこちらで保護したというところからトキの保護活動、あとは繁殖活動とかが始まったみたいです。1羽しかいなかったから中国から増殖させるために借りたりとかしながらトキはこう増えていったということみたいです。私たちがさっき見たトキの群れは人工の手で増殖させたトキたちを放って、あんな風に今では見られるようになったということです。ちょうど今の時期は昼頃の時間帯が一番トキがご飯食べてる時間だからいい時だよってダジャレじゃないけど教えてもらいましたでやっぱり臆病ってこともあるから外に出て見に行こうっていうのはやめた方がいいって言われました。できれば望遠レンズとか双眼鏡とか持ってる人は車に乗った状態からトキの観察ができると思います。最初に連れてこられたヨーヨーっていう中国から来た時はまだ生きてるそうで28歳だそうです。最後まで生きた時は35歳歳6歳だったかな、すごいよね。人間で言えば100歳以上って。そのヨーヨーが私たちと一個違いぐらいということで、すごいよね。鳥ってそんな長生きするのって思って、そ
それもまだこちらにいるみたい。じゃあニコニコレンタカーに帰ってきて無事に、はい、パソくんもお返しします。ありがとう。ありがとうございました。2日間お世話になりました。本当快適に走れました。ありがとう。パソくんまたどこかで。船乗り場がすぐ目の前です。3時半に着きましたのでちょうどいいぐらいです。4時5分の船に乗りたいと思います。佐渡を離れます。楽しかったね。楽しかったね。充実した2日間だった。あっという間だった。めっちゃ充実してたと思うよ。佐渡のいろんなことを知れたよ。2時間半の船旅どうなることやら。はい。私はお菓子食べて何しよっかな。ターミナルを出てここの連絡通路を通るともうすぐ駐車場です。はい。料金は2日間でちゃんと1600円、1日800円、2日間で1600円でした。ここめっちゃいいよね。絶対駐車タ場あるし、ね、ーミナルにもすごい近いし。スイちゃんただいま。ただいま。無事でよかったよ。何もなさそうですね。よかったよ。ただいまよ。これにて佐渡島の1泊2日の旅が終了です。帰りのフェリーは揺れも全くないぐらい、すごい穏やかで、りょうくんも酔うことなく楽しい船の時間を過ごせたかと思います。むしろ行きよりも帰りの方が揺れてなくて穏やかな船旅になりました。はい。帰ってきてからちょうど雨が降り始めて、これから激しい雨になるようですが、佐渡島のこの2日間はなんとか天気も良くなりまして、それぞれのスポットで綺麗な景色が見られたので、僕らとしては大満足です。美味しい佐渡島のグルメも食べられて、本当に楽しい2日間となりました。佐渡島にぜひ行ってみたいなと思ってもらえたら嬉しいです。細かい金額は分かりませんけども、レンタカー代、ガソリン代が約1万円、宿泊代約1万円でフェリー代約1万円ということで、約3万円ちょっとぐらいあれば2人だったら十分2日間楽しめるんではないかなと思います。どこか参考になる部分があったりとか、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。佐渡島ありがとうございました。楽しかったです。時はかなり綺麗好きって言ってたよ。綺麗だもんね、毛も。首のところ目があった。どの時期だっけ？黒くなる時期。冬の時期って言ったね。首から黒い液体が出て、それを自分でなすりつけて黒くする。その理由はまだ明らかにはされていない。